始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は格安有料カードっていう1万円当選者たまにやってるじゃないですか、俺ら。はい。ではその1万円当選者組むときに使えるカード何々編みたいなのをやってるんですね。それの今日は思想編ということになります。はい。はい。まあ正直思想は門外漢で、あんまりよくわかんないんですけど。全然知らない。まず思想のルールから説明させていただきたいと思うんですが、そうですね。思想のルール大変です。ある呪文や能力がクリーチャーを思想する場合、その呪文や能力のコントローラーの次のターンまでそのクリーチャーは思想されている状態になります。なるほど。はい。がこれも思想の能力なんですが、はい、まずじゃあ思想されているって何やってなりますが、されたら他の対戦相手を殴りに行かなきゃいけないと。はい。思想するっていうのと思想されているっていう状態があるんですけど、思想するっていうのは今言ったように呪文や能力で思想しますよって言うじゃないですか。そうすると次のターンまで思想されるんですよ。なるほど。で思想されているっていうのは、例えば常在型能力とかで例えばエンチャントとか貼って、思想されているっていうなると、それが剥がれたら、思想は解けるんですよ。あー、なるほど。じゃあ思想されているっていう状態があって思想するっていうのは一旦だけ思想されている状態になるっていう。そうです。だから一旦だけ思想するっていうやつは、なんか効果がなくなったとしても一旦思想されるんですよ。そうですね。そうですよね。その違いが2つあるという。わかりました。わかりました。で、強制コンバットなんですけど、そもそも強制コンバットも結構ややこしい。統率者やられている方がよく勘違いするルールが一つあるんですが、プロパガンダが、貼られている状態で、思想されていると、そのプレイヤーを殴りに行くのに、マナが払えませんでしたと。いうことで戦闘が、なくなりました、っていうのが、昔のルールではそうでした、そのルールがなくなりまして他の人にアタックに行ってくださいよっていうルールに変わりました、でプロパガンダが3人置かれている場合はどこにも殴りに行けないので自分に殴りに来るという基本的には強制コンバットで他をできるなら行かないといけない。できるならっていうところなんですね。そうですね。1対1になったら自分を殴りにできます。じゃああれですね、2人対戦でも一応強制コンバットっていうテキストになるみたいな感じですね。そうです。以上が思想の能力になります。今回の動画終わりですか？終わっちゃうんですかこれね。思想を勉強しました。終わりって。いや、こっから始まるんですが、その中で要は思想っていうのはカジュアルだとめっちゃ強いんですよ。なるほど。で、安くてめっちゃ強いカードを今回何枚かご紹介させていただくという形になるんですが、思想専門家ですね。僕思想専門家なんでまず推進力っていうエンチャントがあるんですね。これはちょっと割愛させていただくんですけど、これは20円とか30円とかで買えるレベルの、いわゆるエンチャントしてそれを思想するっていうシリーズが各色に1個ずつあります。思想するじゃなくて思想されてるされてますじゃないといけないんですよね。いけないです。されてる状態になります。これはエンチャントで。でそれ以外で一番有名なカードをまずいきたいんですが、最初はこの血に飢えた刃というこのアーティファクトご覧になったことあります？いや、もう多分思想のカードほとんどないと思うんですけど2万のアーティファクト装備品で2-0上がって対戦相手のやつに装備できるんですよ。なるほど。で1万で対戦相手のクリーチャーに装備できてそれを思想されている状態にするという。これ装備コストないんですね。珍しい。装備コスト1です。装備コスト1です。いや、これでも装備じゃないんですよ。これごめんなさい。そうなんですよ。装備じゃないというちょっとややこしい。これをめぐって一回ジャッジとこれどうなんですかっていう話に結構なりましたそれで思想をすごい調べたことがありました。なるほど。これがもし思想するだったらその話変わってくるよねっていうことで、なるほど。これがついた瞬間だけしか機能しないのか、それともついて離れてもそしたらバニールクリーチャー全部付け替えて全部思想できることができるのか。なるほど。確かに思想するだったらこうちょんってつけていけば全部一旦強制攻撃になるからってことですよね。さすがにそれはできなかったと。つけてないと効果は発揮しないよと。これが50円になりますね。どの色でも入れられます。
確かにアーティファクトなんで、一番有名な思想のカードこれです。50円なんで買ってください。で次行くんですが、まず思想っていうのは赤のカードが特に多いんですね。はい。で、赤で一番有名な思想カードとしましては、この礼儀妨害という4マナのソーサリーであなたがコントロールしていない全てのクリーチャーを思想する。これはするですね。なるほど。ソーサリーなんで。一旦全員殴ってこいと。殴って言ってくれと。殴りに行けと。行けですね。はい。結構これもお安いです。50円になります。はい。全然入れられると思いますんで。そうですね。一旦殴って言ってくれっていうのは、はい、結構有利に働くことがあると思いますので。一旦オールタップで回ってくるから、そうですね。有利ですよね。有利ですよね。はい。で、次のカードになるんですが、面倒なクアジット。はい。これ手に入らないかもしれませんが、これ150円です。はい。はい。で、これ能力説明しますと、はい、赤3マナの3-2の威迫、はい、で、あなたの対戦安定がコントロールして思想されているクリーチャーではブロックできない。で、下の能力が重要なんですが、あなたがクリーチャーでない呪文を唱えるたび、1対思想できるという。おー、なるほど。これはなかなかいいですね。これ、クリーチャーでない呪文を唱えるじゃないですか。はい。そのたびに1対思想できるんですよ。そうですね。これインスタントタイミングでインスタントでできますね。できます。結構いいですね。これでも150円で買えないかもしれないですが、入れてみてください。はい。で、これも有名なカードなんですが、はい。復讐のソレイというカードになりまして、はい。4マナの3-4飛行のクリーチャー。はい、でドラゴンなんですけど、はい、攻撃するたび1対思想する。あとはインクのシミが書いてあるんですが、これも100円ぐらいで、これ結構思想でも有用な、思想がそもそも殴り合うデッキになりがちなんで、殴りながら思想できるのはいいですね。確かにそうですね。はい、だし、要は能動的に思想できるじゃないですか。はい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 、能動的に思想できるカードっていうのが結構重要なんですよ。なるほど。常に思想をこう、はい、一体できるばらまきたいと。そうです。で次のカードなんですが、狛犬の戦鎧というカードなんですけど、はい、これ200円なんですが、はい、これは3マナ2-2威迫の乾燥っていう能力あったじゃないですか。はいはいはい。乾燥持ちの装備品のクリーチャーなんですが、こいつがその装備してるクリーチャーがダメージを与えた対戦相手のクリーチャーを全て思想します。全てです。これは派手なカードですね。2-2威迫ですが、こいつを装備すると2-2修正の威迫、これがなんと200円で買えちゃうという。なるほど。そうデッキだったらかなりいいかなりいいですよね。かなりいいですね。思想する上では結構重要です。次のカードは再録もされてまして結構有名なカードなんですが、はい、壮大な決戦という2マナのソーサリーで2段攻撃カウンターを置きます、はい、その後2段攻撃カウンターが置かれた全てのクリーチャーを思想する。この上のテキストだけだと意味わかんないですね。意味わかんないですよね。2段攻撃カウンターを乗せて、一旦しか思想できないと、はいはい、これが超過で打ちますと、全部だと。なるほど。超過が4と赤シンボル3で 7マナ、はい、これ全部です。7マナ払うと全員思想で全部2段攻撃。強いですね。これは結構フィニッシュ級のカードなんですが、そうですね。超過で打ったらフィニッシュできそうですね。最近再録されて80円とお安くなってますね。はい、で、ここからは統率者のお話になってくるんですが、はい、統率者、指定できるやつ何体かいます。はい、思想デッキの統率者。はい、それはうちの動画でも結構紹介してますんで、はい、一応概要欄貼っときます。はい、紹介してるやつはそうですね。はい、リンク貼っときますんで、そっちを見てください。はい、で一応これ1万円でも使える良さげな思想のカードを何枚か紹介したいんですが、はい、まず1つ目の暴君カラジカール。はい、これはちょっと700円ってちょっと1万円だとお高いんですが、はい、結構能力が強いです。はい、5マナ55であなたがプレイヤーを1人を攻撃するたび、こいつじゃなくてもいいです。なるほど、こいつじゃなくてもいい。はい、1対思想してタップすることができると。はい、で対戦相手が他の対戦相手を攻撃したら、はい、あなたとその攻撃プレイヤーはそれぞれカードを引いて1点失うと。結構強いですよね。なるほど。自分も引けるんですね。自分も引けるという。なるほど。いいですよね、これ。これ赤黒でもし思想じゃなかったとしても、はい、これ中に入れる分には結構強いかもしれません。はい。これでも議論が大事かもしれない。EDH らしいから、ね。そうですね。要は政治ですよね。政治が働くという。はい、で次のカードいくんですが、
次はドゥームスカージカルダールというこれ30円の30円、はい、これ有名な思想のカードなんですが、はい、これは思想のカードじゃないんですが思想のカードなんですよ。4マナ43で場に出た時、はい、要は思想します。対戦相手のすべて、まあ、思想とは書いてないんですが一応思想みたいなことをするっていうことなんですね。もう簡単に説明しますと、はいはいはい、で一応思想カードとして紹介させていただいたという形になります。なるほど。下にインクシミがついてますこれが30円なんで、はい、一応思想カードとして紹介させていただきました。はい、今度赤黒が終わりまして、はい、今度は青赤を紹介したいんですが、EZ いいですね。EZ いいですよ。ちょっと興味あります？こいつご存知ないですか？狡猾な先導者フィルクラーグというやつなんですが、はい、これ300円なんですけど、はい、こいつは EZ の思想といったらこいつなんですよ。これご紹介したいんですけど、はい、5マナの33飛行速攻で、はい、ドラゴンがあなたがコントロールしている1体以上のドラゴンが対戦相手1人を攻撃するたび、はい、そのプレイヤーがコントロールしているクリーチャー1体を思想する。おー、いいですね。いいテキストだ。でクリーチャー1体があなたの対戦相手に戦闘ダメージを与えるたび、そのクリーチャーがこの戦闘で攻撃しなければならなかった場合、強制戦闘もしくは思想などによって、こいつの上に11カウンターを1個置いてワンドローできるという。じゃあ強制戦闘させればプラ1乗ってワンドローそうですいうことですね。そうです。いいカードですね。こう決めました。EZ 的に決めましたうわー、まあでも殴んなきゃいけないのかまあでもドラゴンがですよ。ドラゴンがまあでもいいカードですね。EZ のドラゴン結構強いカードありますからね。これも貼っときますんでリンクうちでやってます。やってます。やってます。はい、見てください。はい。でそのデッキに入ってたカードをご紹介したいんですが、はい、嘲笑するドッペルゲンガーという4マナの00瞬速、はい、50円です。こいつは50円、はい、安いです、はい、こいつは4マナの瞬速で、こいつがまあ出るに際しですよね、コピーなんで、このクリーチャーと同じ名前を持っていて、これでない全てのクリーチャーは思想されるを持つことを除いてコピーとして天井に出してもよい。はいはいはい。まあそもそも瞬速のクローンっていう時点でまあそこそこ強いですけどね。確かに強い。確かに。はい。瞬速のクローンで出てきてそれが思想されると。はい。結構強いです。まあ結構強いですよね。結構強いですよ。はい。例えばねなんか88とかになって。で相手の88を思想するみたいなことができるってことですよね。瞬速で出てきて、クローンの瞬速で思想できるカード、はい、まあまあ使い勝手がいいんじゃないか、はい、しかも思想されるってことは、はい、これをコントロールし続けてる限りそいつはそうですね、思想されっぱなしってことですね。いわゆる状態で思想されてる状態と同じということになります。はいはい、これは50円なんで青の思想カードってあんまりないんですよ。はいはいはい。なんで結構使い勝手はいいかもしれない。なるほど。いうことになります。まあ、そもそも強そうですね。強そうですよね。はい。で、次は赤白も、はい、ちょっと実は思想カードが追加されてまして、はい、衝動的な告発人ネリー・ポルカっていうカードになるんですが、はい、こいつは100円のカードにして、はい、ボロス、24で警戒で攻撃するたびクリーチャー1体に容疑をかけます。容疑をかけるんですよ。で、全てのその後全ての容疑クリーチャーを思想します。ややこしいな。容疑をかけて容疑かけられてるやつがその後思想です。はい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 。だからまあ一応能動的に毎ターンそうですね。1体思想できるんですよ。で、対戦相手1人がコントロールしている1体以上のクリーチャーが1人以上の対戦相手に戦闘ダメージを与えるたび、さっきのカラジカードと似たような能力です。はい。あなたとそれらのクリーチャーのコントローラーはそれぞれカードを1枚引く。まあ、さっきとほぼ同じ。はい。だからこれも政治がね、はい、大事なカードになってくると。こいつはかなり強いです。カジュアルだとかなり強いです。はい、お互いドローっていうのは最強なんですよ。はい、で、そのネリー・ポルカーの関係でボルスが思想カードっていうのが強化されてまして、はい、もし手に入るんでしたら即買った方がいいです。はい、類壁からの挑発という200円で今でしたら買えそうな感じになってますけど、はい、値上がるかもしれないんで、はい、いくらになるか分かりませんが今のうちに5マナのボロスのソーサリーです。はい、で対戦相手がコントロール全てをクリーチャー思想します。
はい、これは礼儀妨害と一緒です。はいはいはい、はい、そうします、はい、で次のあなたのターンまでそれらのクリーチャーでブロックできません。じゃあこのターンのアタックは全部通ると。はい、まずこのターンのアタック全部通ります。私のアタックは全部通ります、はい、でその次のターンは誰か殴ってください。その次のターン誰か殴ってください。その次のターン誰か殴ってください。その次のアタックも全部通ります。なるほど。殴ってからタップされた状態に、簡単に言えばなるじゃないですか。なることが多いんで追加ターンとほぼ一緒みたいなどちらかというと追加ターンというよりフィニッシュカードに見えるけど、これ超フィニッシュカードなんで、はい、ボロスのカジュアルの最強のフィニッシュカードはこれなんですよ。まあ確かに、はい、これは相当強そう。はい、これ200円でお買い得なんで、はい、おすすめになります。まあなんかバーラみたいな感じ。バーラって何でしたっけ？オーバーラみたいな感じですね。確かに。でそのネリーポルカに入ってたカードで、はい、白熱する追跡というカードがあるんですが、これは結構強くてですね、これは思想界に革命をもたらしました。2マナのエンチャントで場に出た時まずクリーチャー1体対象として容疑をかけます。でこいつが場にある限りそのクリーチャーは思想されています。容疑をかけて思想されてるんです。でだからさっきのネリーポルカと相性がいいんですが、であなたのターンの戦闘の開始時、はい、2人以上のプレイヤーがゲームに敗北していた場合、はい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 、まあ4人対戦じゃないと意味ないという、はい、1対1になった時ということなんですよ。はいはいはい、1対1になった時容疑をかけられたり思想されたりしている全てのクリーチャーのコントロールを得ます。なるほど。でアンタップしてそれらは速攻を得る。はい、これすごいです。まあ要は、はい、思想デッキの弱点になりそうなところは、はい、1対1なんですね。1対1。そうですね。だけどこれがあればそれも安心と。そうなんですよ。はあ、なるほど。一応問題としましては、はい、思想っていうのは、はい、次の自分のターンまでなんで、はい、一旦帰ってくると思想解けちゃうんですよ。アップキープ迎えちゃうとダメだから、はい、だからエンチャントとかで思想されてるやつは取れますよ。はいはいはい、取れるんですけどアップキープ帰ってきた時に解けちゃうんで、はい、一応これが置かれてる状態でさっきの礼儀妨害を打つと全コントロールをダッシュできます。なるほど。全員思想するから一旦自分のところに来る。はいはいはい、なるほど。その暴動的な動きが一応できるっていうこともあります。はい、これは一応思想界に革命をもたらしたカードでして、このカードお値段はなんと80円になります。はい、で最強の思想カード、はい、1枚だけ紹介し忘れてたんで、鳴り響くドラムという3マナのエンチャントですが、はい、でエンチャントオーラで思想されます。まず、はい、クリーチャーエンチャントできまして、はい、でその戦闘ダメージが2倍になります。まあ純粋に強いですよねこれ。強いですよねこれ、はい、これなんと自分に貼ってもいいというね。そうですよね。そうです。思想されてる状態って強制アタックだけは強制アタックかかって自分以外を言ってるんで、はい、はい、だからまあ強制攻撃状態にはなるけどダメージ2倍と。そうです。殴りジェネラルとか普通にこれ貼ってる人います。自分の殴りジェネラルに、はい、うんうん、で3マナで墓地からこれ回収できちゃうっていう、みたいなこれがかなり強いです。これがなんと100円になります。これ100円なんだ。だからこれぜひ使ってほしいですね。はい、はい、まあそんな感じで結構紹介してたんですけど、はい、いかがだったですか？思想の紹介のコーナーになったんですが、やっぱ思想自体がまだ結構難しいけど、まあ、単純にこうゲームとしてはかなりこうカジュアル的に面白くて盛り上がるような能力なので、まあ使うと楽しいんじゃないかなと。楽しそうですよね、はい、なんか結構政治が関わってきますよね。そうですね、これ、そう一番大変なのは多分政治じゃないかなってトーク力が一番関わってくるのが思想という、ここ殴った方がいいですよみたいなことを頑張って提案しないといけないのかなっていう、まあでもそこを楽しめる方だったらすごいおすすめになるんじゃないかなと。安いですしね、めっちゃ。そうですね、いいですよね。はい、まあそんな感じになりますかね。はい、まあ今日の動画は以上になります。あとチャンネル登録、高評価お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。